ながらいきますね。で、これはちょっと今、昨日ファーストド仕込んで、もういい状態に蓋持ち上がっちゃってますけど、はい、だいたい3倍、4倍近くまで発酵しているパネトーネの種で、今日2つやるので2つ分出します、ね。パネトーネも基本的にその種から来てるものですかね。パネトーネはね、種とか見せますね。っていうかもう入っちゃってますけど、はい、これとは冷蔵庫で保管していて、でこれパンパンでしょ、はい、これを一番最後もう最初のをやったので、最後の仕込みの時に、少し残して置いとくんですね。で次の仕込みの時使うんですけど、でもうパンパンです。パンパンですね。パンパンです。もう強い証拠なので、これをまた、バックトゥザライフって言って、命をもう一回戻すんですね。次使う時は。でこれを開けて、カットして、ちょっとだけお砂糖を入れたお湯につけて、で20分ぐらいしたら、粉を、フィードして、固めの、1対1対 0.4 ぐらいの固めの種にして、こう巻いておくっていう作業を3回ぐらいやるんですね。そんなやるんですか？はい、やらないとね元気にならなくて、でそれを、使ってやったのが、その元気になった種を使って作ったのがこれです。ですごく元気なので、上がるのもね上がるんですけど、パネットの場合副材料がいっぱい入るから、ここで安心しちゃいけないやつ。怖いめっちゃ怖いですでなんか私前パネトーネってね牛の腸から取った菌とか聞いたことがあるんですけど、それではないです。うちのはもう小麦のサワードで今ほんのちょっとしかないんですけど、これはうちのサワード、これの元にもなってます。いつもこれから始まる、ほんの少しのこれから始まって、フィードして、フィードはやっぱり2回3回やって、パンに使う、カントリーにも使ってます。はい、じゃあ基本全部ここから始まってる。ここから始まってる。私の起源ここからアイーシャって名前です。アイーシャって名前ついてる。名前ついてる。アイーシャ。全部のパンにそれが入ってる。全部入ってますね。だからこれはカントリーはもちろんこれをスターターをフィードして作ったルヴァンで作るでしょ。で全粒粉のやつはこれは変換がライサワーに、これからライサワーにするのに、これに、1対2対2で、まず作りますよね。それを2回ぐらいしてもう小麦ない状態にする。で変換してライサワーにしてる。食パンに関してもこれのスイートスターターっていうのを使ってて、これに少しだけお砂糖を入れて発酵種作って使ってるのがこれ。で日本ってあれじゃないですか、食パンで有名でしょ、で向こう食パンではあんまり作んないでしょ、だけど食パン結構食パンっていう名前で食パンサード食パンって言ってる、食パンって言ってる。そう永遠に喋っちゃう。いや面白いですね。本当に。これカントリーですね。ちょっとカントリーコールドクループのカントリー。昨日しました。いい感じに上がってるので、今日焼くんですか？今日焼きます。すぐ焼きます。ちょっとこれロブロのライサワー種をやるんですけど、変換したサワーダに変換したやつね、さっき話したね、これが360。フィードの段階で変換してるってことですね。フィードを2回ぐらいして、ライ麦に変換してるって感じで、360の360入れますね。ちょっと多かったけどまあいいや。でこれで混ぜていきます。
でライ麦に本当上野さんのライ麦に強いというか、上野さんのライ麦だからか、これでね、3、4時間置いていきますね。これ今状態見てもらって、はい、これはカントリーのルヴァンね、はい、こんなの日本のパン屋さんでやってたら「何やってんだそんなにゆっくり」ってやられて「はあ」でね、そういう時代もパン屋さんいたんです、はい、若い頃、あ、そうなんですか。はい、そういうものすごいベーカリーに勤めて、いっぱい焼いていっぱい売ってかっこいいパン屋さんになりたいなって思った日本の。でもね、全然今それなくなっちゃったんだよね。サンフランシスコ行った時にから。はい。そこが転機だったんですね。はい、転機です。ボニーと会ったのがものすごい転機。あと SFBI。これ全粒粉の方ね。全粒粉。はい、こんな感じ。で、次がバケット。バケットはスターターと本当のちょっとのイーストを混ぜるっていうやり方を今回はしてる。他のはしてないよね。イースト入ってないです。はい。じゃあ1434枚入れますね。粉飛ぶかも。北の中三浦製粉所さん。見ます。もう本当にホールなの。もうそのままピンでピュッてやるから、すっごく細かい。それで細かくしてくださいって頼んでます。ピンミルです。そのやり方で、例えばカントリーやるとして、全くピンミルで全く同じやつ、ストーンミルで全く同じ品種を使ってやった場合って、ストーンミルの方はダレダレになっちゃった。で、これで50ね、こちらで、オートリーズしていきますね。ここは普通に家なんですか？家です。家の1階ってことですか？そうです。ちゃんと許可は取ってます。住んでるのここですね。住んでる。2階に住んでる。住んでる。娘2人と旦那が1人。そうなんです。4人家族なんです。4人です。4人が上にいるんですね。そうなんです。上にいて、だからすごいですよ。2年間ぐらい口聞かなかったですよ。なんで？パン屋さんやるって言った時。俺の城がなりますよね。本当ですか？なる。旦那さんの方が。旦那さんが。2年間口聞かない。2年間本当。だから私そのパン屋さんをすることになった時にバーンってなんかあったんですよ。弾けちゃって、それまでめっちゃいい奥さんしてたんだけど、もういいや。でこれにお水入れていきますね。吉原農場さんのちょっと危なそうだから途中でやめときますね。もう手です。食パンとかはミキサー使うけど、もう他は全部手です。で、多分ねピンミルねすごい入るんですよ。細かいから。これで結構まとまってしたね。でこれでオートリーズを取って、その種がちょうどあと2時間半ぐらいかなで来るので、ただ合わせていきます。はい。あとお塩とね。これ中川農場さんの小麦、ライ麦150度で20分ぐらい焼いてから、お湯を注いだものです。でこれをこれはロボロに入れていきます。粒ごと入れるんです。粒ごと入れます。中川さんそのまま食べちゃうみたいな。確かに。でこれがいろんな小麦を混ぜて巻いてるっていうブレデポピュラションっていうやり方なんですね。これ現代小麦の段、これスペルトの段、これライ麦の段。
背丈がもう3段階に分かれてるんですよね。だからすごく分かりやすいんですけど、見てて面白いなっていうのが、小麦ってやっぱね、なんか野菜もそうですけど、進化することもあれば退化することもあるんですよね。だからその中からスペルト小麦に退化したやつもいるんですよ。面白いですよね。現代小麦っぽい小さいのも現れてくれば、なんかこんな変な早生っていうんですかね、早く成熟するやつも現れれば、まあスペルト小麦にカラーから出てこないやつもいるんですよ。そういうのにどんどん分かれていったっていうのもここに入っていて、それはそれで向こうの畑にね、原種は継いでるんですけど、なんていうんだろう、こういうみんな仲良くしてるっていう雰囲気、草も含めてね、すごくなんかね、心が癒されるっていうところがあるんですよ、ここはね。ここ来たら本当癒されるんですよね。ちょっと小麦混ざってるけど、もう一度かけるとほぼほぼライ麦 100% に近くなるんで、うちはライ麦99として売ってますけど、うちでオリジナルで作った自然栽培ってシールを貼って送るということです。だからよく言うけど、有機をやってオーガニックとか自然栽培をやってお金が儲かるなんて最初は思ってやんないんですよ。若い時だから貧しくなってもいいと思ってやってるんですよ。なんだけど結果的には豊かになったって表現してますね。それが人間関係の豊かさだったり、これもちゃんと体系づけてやれば金銭的にもちゃんと釣り合うようになるんで、結果的には豊かになってますというふうに言ってますよ。小麦が3ヘクタール4ヘクタールぐらいあるでしょうかね。あとライ麦が2ヘクタールぐらいあります。一般的な農家は化学肥料と農薬を使って薬で、なり肥料で生育調整してますけど、薬は当然使わないんですけど、あと肥料としてはやむいずレンゲを育ててみたり、緑肥をしてみたり、夏にひまわりを作ってみたり、それでも足らない時は発酵鶏粉を使ってますけど、で基本的には田んぼと畑を転換することによってお互いの雑草とか病気とか抑えられるので、その辺をなるべく考えてやってます。これライ麦です。今年晴れたんで畑が肥えてるんですよ。ライ麦は本当に肥料のないところへ育てたいのですが、これはいつ頃収穫するんですか？小麦買った後だから6月20日から6月いっぱいにできればいいのかなと思っています。肥料はもうライ麦は基本的には全然入れてないです。そうなんですね。入れると倒れちゃうので、高くなりすぎる。もう2メートルぐらいになるので。ね、こんな大きな方なんで。上野さんのライ麦。上野さんのライ麦です。お世話になってます。背がね、ちょっと辛いですね。で、ここをいつも見て、いい生地かな、どうかなって見る。ここの切れた。今日はいいんですね。まあいいと思う。これで6個250度で入れるでしょ。で250度で最大で、2時間以上必ず、カンカンにします。これ逆言う人もいるんですけど、ちょっと皮を置いて上がらすために、あんまり、高い温度でガンってやっちゃうと伸びなくなっちゃって固まっちゃう、焼き固まっちゃう。そうだからちょっと温度下げて、でクープ上がる4分するとクープ
こうクープが開いて上がってくるから、はいそうなった時にペント開けてで最大にするっていう。これルバンいい感じですね、もういいと思うのでちょっとバーンってやりますね。バーンってやるとお話しするので、落ちた。大丈夫ね。ポコポコって癒しです。温度を上げてペントを開けます。最初結構ここから蒸気抜けてってこれからパリッとほらすごいこれ粗いんですよ。これ石臼。石井さん。もう全部入ってるよね。そうこんな感じ。そこにも小麦があるんですね。ここにもあるんです。もういろんなところに隠れてますよ。うちこれホールスペルトですね。この色もう茶色です。茶色ね。これがセントラルミリングのホールスペルトウィードでロールミルのショートフローってやつ。だから石臼引きじゃないけどこのなんていうの全粒の風味を残す形で引かれてるってやつ。でもこれもやっぱりねほら。全粒ですよ。ホールスペルトなのにこの感じです。そうやっぱね製粉もねすごくね関係してると思う。 2.2% ぐらい。お水とお塩ですね。これちょっと混ぜちゃうね。ちょっと多めに。焼けた。よかった、無事焼けて。でもだいぶさっきちゃんと混ぜられてたので大丈夫ですね。でここでちょっとバシナージュだけで木だとね温度が温存されるようななんとなくそんな温かいイメージ。少しだけお水。はねやっぱり SFBI でトーマス先生っていうフランスの方から習ったのをベースなんですけど、倉本さんのロボロの教科書読んで、なんかすごいなんか優しいなって、誰にでも分かるようにきちんと遜色文化を伝えてくださっていて、もうちょっと水入るかもしれないけど、とりあえずなんかね表面にプツプツって穴が開くといい。ね、このね麦じゃないライ麦、ライ麦の香りがめっちゃいいんですよ。よくないですか？ポリッチのおかげ。ポリッチもあれだし、ベースの上野さんもすごいなって。この前なんかワークショップをなんかこれが夢力 B3 って言うんですけど、こっちが廃魚とか
っち排乳に近い方でこっち胚芽とかに近い方、このなんかローカルミリングさんとかがいてくれるおかげでこう引き目とかを自分でこう言って製粉してもらったり、さっき言ってた水分見ながらとかが可能になるんですよね。大きい製粉会社さんは何十トンってなければそれを買ってお願いしない限りできないですよ。すごく広がるベーカーさんのこうやりたいことが広がるとか、ほら引き目すごくいい。ほら何があるといいんですか。どういいんですか。なんだろうか、こんな感じ。これ同じ夢力ね、ロールミルね、水分めっちゃ残ってるんです。水分ちょっと残って、ほら、こんな感じペタッとくるんだけど、こっちさらっとしてるんですよ。さらっとしてるとどうなるかっていうと吸水率が上がるんですよ。そうするとほらすごいさらっとしてるでしょ。吸水率が上がるとどうなるかっていうと、その分水分入るから少し気泡が入ってほわってなるんですよ。だから全粒粉にありがちなこうどっしり重くこうなっちゃうっていうのが少し減る。だから自分が持っていきたいパンがそっちだから、グレースのところで食べたのがそれだったから、そうするとそういう製粉をしてくれる方はすごく神。楽しいばかりじゃないけど何かを我慢するっていうよりもやりたいことをやってね、みんな生きてった方がいいから、なんでそんなこと我慢するのっていうようなことを我慢したり、昔のしきたりをなんでって思うのに続けたり、でもいいものもあるからね、それが分かんないよね。この時点で全粒粉100って信じられないくらいふわっとしてるんですよ、これ。で油断するとすぐに崩壊するので気をつけなきゃいけない。石臼引きが入ってるから、今いいねって言ってたのが急に悪くなるっていきます。ルヴァンです。全粒粉のルヴァンね。確かになんかふわふわしてる感じしますね。でしょ？全粒なのにふかふかしてる感じ。ね、ふかふかしてる。なかなかこれは出ない。だからやっぱ製粉の仕方と。すいません。はい忙しいけどお弁当買ってきてもらっていい？イーストが0.1%。これがバケット用に作ったルヴァンですよね。全粒粉のルヴァン。全粒粉のルヴァン。はい。これを使います。でもね、触るじゃないですよ。ああ、そうですよね。そう。だから、すいません。置いといてください。はい。でもね、まだちょっと。そう。綺麗に取れる時がつながってる証拠なんです。はい、証拠ですね。だからちょっと一安心する。話しするしかないというか、そのこの小麦の種類によって違う。で、ロットによっても違ったりして、そう思い込んでると、ビンタクラウドちゃんと聞けよみたいな風に言われる時はあります。はい。で、こっちも来ましたね。あともうちょっとだとほらふわふわしてる。違うコミュニティですよね。あっちのとね。150。
回ですね。来ました。ちょっと緩んできたかも。はい。もう近い。こういう風に剥がれるようになって、こんくらいの軽さが出れば大丈夫。おー。一緒に食べましょう。はい。もう入れちゃおうかな。冷蔵庫。どういうところでそれ判断するんですか。なんかつながってあんまり行き過ぎないところ、全粒粉の場合ここで行き過ぎちゃうとね、明日室温に戻すんですけど、その時にね力がなくなっちゃうんです。持続しないですね。そう、持続しないの。もうちょっとかな、ここがもっと全体的に膜がもうちょっとですね。一回伸ばして、こっちはもう2回ぐらいやった方がいい感じかな。まだちょっとつながってない。こっちだけ入れちゃいますね。はい。見るからにふかふかだ。同梱とかはあえて使わないですよね。同梱はね、あった方が便利は便利だと思うんですよ。けどね、やっぱり焦らせると人間と一緒で、俺今気持ちいいのに急げって言われてもみたいな。あとは工房って多分変わってるんじゃないかなと思って、コミュニティが例えば冬と夏でそこら辺にいる菌の少しずつ環境変わってると思うんですよ。だから季節の変わり目はすごく弱いんだけど、慣れてくるとそれに適したなんか上がり方するというか感じる時があるんですね。だからそういう時は同梱使ってると逆にそれがマイナスになっちゃう時がある気がしてやめましたその代わり睡眠時間が減ります。確実に。そうなんですか。合わせる、こっちが合わせてるから。工房に合わせてもらうんじゃなくて、こっちが合わせてる。こういうのあんまり触らない方がよくて、だからなるだけ触らない。で止めるぐらいでからでかセントラルミリングさんの、ホールスペルトも包容力がある。怖いでしょ、こんなのベッタベタでしょ。なるべく触らない。なるべく触らない。ちょっと行ったら行っちゃうっていう。上に上がってくるまで待って、それから冷蔵庫。これを180度のオーブンで1時間かな、焼いていきます。はい。下が悩みますね。するかしないかですね。つかないと思うけどな。
これすごいくれてるからついちゃったら嫌だな。そう、サワードゥのでポニエサワードゥのレシピも書いてて、で外に出ないとコミュニティって生まれないじゃないですか。だからその人と人をつなげるためのコミュニティをパン屋さんで作るっていうことをしてる人なんです。会食パン、今ご挨拶してますねこんにちはって感じでで結構これは経ってますね、時間。ファーストドーから。そうなんですね。いつも遅めなんです、この子。いいですか？はい。これがサワードのスターターなんですけども、このスターターをそのままアクティブにして使うんじゃなくて、こちらのスターターは、スイートスターターって言って、スターターの一部に少しだけお砂糖を入れます。はい。はい、そうするとね、酸味とかがあんまりちょっとしなくなるというか、抜ける。でカントリーでお砂糖を入れたくないのは、その酸味と粉のバランス、お水のバランスで美味しい食事用のパンとして出すからなんですけど、日本の食パンって酸味はないですよね。でそれをお客様は求めてるっていうのも、ちょっと私はこれは食パンはそう焼きたいっていうのがあって、方向性があってスイートスターターを使ってるでスターターこんぐらいになるでしょ、ちょっとだけ作るから、これに、小麦と副材料を足してこれになった。今言ったスイートスターターっていうのが、このちっちゃいグラムなんです。282828でグラニュー糖少し加えて、これを4時間で立てます。ほんでその後、ファーストドーがこれ、強力水、グラニュー糖、バター、スイートスターター入ってるのがこれが24時間前にファーストドーとして私が作ったって感じ。なるほど。で最後のセカンドが今から。はい。でこれが中どうなってるかっていうと、結構見てください、このグルテンの細かい感じが出てると思うんですけど、こんな構造になってるんですね。面白いです。もうこんな感じでね。でこれを生地に入れていきます。そうですけどね。いってますね。99いってれば大丈夫。はい。このね、ミニっていうか、これカットするとミニタイプになるんですけど、これカナッペとかにちょうどいいって結構好評。かぼちゃみたいになる状態がまとまって、クリーンナップっていうんですけど、周りの生地がベタベタしないで、もうさっきみたいになってる状態になるのが良くて、そのクリーンナップが遅くなってあんまり良くない。そう遅いと何が悪いんですか？遅いとなんていうのかな、食感悪くなると思う。伸びも香りもすごくいいので、これいいと思う。こんな感じです。蓋がオープン。いい感じです。本当ですか？はい。よかった。そしていい香りがします。やっぱり。これはやっぱりね、合わせ技、中川さんの、ポリッジと、上野さんのライ麦、今スチーム開けてこんな感じです。スチームのその蓋開けてこんな感じ。食べた時にね、めっちゃ感動します。いいですね。このままあと20分ぐらい焼きますね。
近所でもない。大丈夫ですね。99過ぎてますので。上野さんに送ったんです。これとね、上野さんには送ったの。柔らかい方がいいって言ってパネットーネしか食べてないみたい。うん、柔らかいの美味しかったですので。こっちから行きましょうか。お蓋が上がっちゃってる状態で、ちゃんと冷えたと思います。で、これもさっきのコミュニティと違うコミュニティができてるんですね。この中に食パンの時とはまた違うふわっとしたこういうコミュニティができてるね。吸い込まれちゃうでしょ。もうこんなになっちゃうんですよ。危ない危ないです。もうハローって感じでハローって言っちゃいますよね。これね、危ない人そう呼んでる感じがするんです。これすごく元気なので、多分この状態だったらいいのができるはずな状態です。でもこっから後にやっちゃう時もあるんで大失敗やっちゃう時もあるんで、気が抜けない状態です。じゃあこれを仕込んでいきますね。はい、行きましょう。この生地の温度とあとお砂糖が全部混ざってから他のものを入れていくっていうのがめっちゃポイントなんですね。はい、そのお砂糖混ざっただけ、目視して混ざっただけっていうのをちょっと間違いやすい部分があって、完璧に溶けて中の生地に入り込んだ状態じゃないと卵入れた時乳化が遅いんです。あとバター入る時も。だからそうすると長い間グルテンが結構長いミキシング時間なので、すごく時間がかかりすぎちゃう。そうするとグルテンが崩壊しちゃって最終的に生地が上がるよっていう時にデロデロになっちゃうんです。だからそのタイミングをどうやって測るか、この冷たい感じとどうやってするかで、砂糖は逆に冷たすぎると溶けるのが遅くなって生地に入り込むのが遅くなるんです。だからこれも冷やしすぎもよしあしがあるんですよ。そうだから全部が組み合わさってできるから面白いんだけど、途中で地獄になったりもします。ってここまでかかったのにっていうのはあります。で次ヨークなんですけど卵黄なんだけど、卵黄とお砂糖を順繰りに入れていく感じ。今すごくいい感じで回ってきてるのでパンプキンになってますよね。できれば最初から最後までパンプキンになってほしいです。ほんとちょっとずつ入れていきます。まだここ冷たい状態なのでいい感じだと思う。これ急に緩んでくるからね、こう倍の。でちょっと卵を入れてきますね。ほんとちょっとずつ。めっちゃ緊張する。気にならないぐらいの普通のレーズンとサルタナが混ざってます。でもツヤが出てくるからここがねちょっと怖いとこなんです。一番で最後にバター入れるところでまた元戻ったりするから、このぐらいになってるから大丈夫。めっちゃ怖いですけど、もうバターはもう柔らかくなってるので混ぜれば大丈夫。君は大丈夫。もうここはもう祈り大丈夫ですね。つながってます。そうでもね、この側面についてるこのなんか繊維みたいな、分かります？細かいやつ。
これは大丈夫なサインです。あ、大丈夫です。もうそろそろいいと思う。あともうちょっとしたら大丈夫だと思います。もう一回あるんですか？やりすぎ。そうもう一回あるんですよ。でも全然見なくていいからね。一回で終わんないからですか？そういうこと。ミキサーが入りきらないからやらないってことです。で前無理してやっちゃったことがあるんですけど、見事に崩壊しました。ミキシングの時間が長くなっちゃったから混ざりが遅くなっちゃうんです。それも良くない。あ、いい感じです。攻めすぎダメ。一回入れて、これはもういっぺんに入れちゃう。いい香りなんですよ、これが。6時でしょ。6時だから多分ね3時頃には来ると思う。多分ね。でこれは後でちょっと休ませた後分割して型に入れていきます。危ない危ない。ここの下のこれがこうやって伸びて持ち上がるぐらいがいいと思います。はい。で冬でこれだから夏なんかもっと大変。こうしてちょっと寒いところに置いときます。でホールド1回ぐらいして、また今と同じ作業をして分割して型に詰める感じ。疲れてきてますね。いっぺんで全然できなくなってるよね。怒ってるもう乾燥しちゃってるよって出たところがつながってますね。すごいよく冷えた。ちょっとこんな感じが一番いいんです。ねピーってやって自画自賛のもうワンクールあるんですよ。ワンクールありますけど大丈夫です。同じことですから大丈夫ですよ。あとそれをやって明日の準備をして迎えます。明日を迎えます。でも早い方ですよ。7時でしょ。7時入ってないでしょ。いつも9時過ぎですから。できました。いきますね。食パンに。でもいい感じに焼けてますね、今日は。でこれ終わったらすぐこっちが来ちゃってるんですよ。パネトーネ。昨日のパネトーネが来ちゃってるので、これを焼いてきますね。冷蔵庫から出して戻します。2時間ぐらいかな。戻す。50% の全力のバケットですね。出した時こんな感じ。ちょっとまだ冷たくてブクブク言うんで、これで出して2時間ぐらい戻すともっとぷくってしてきます。食パンをこっちに置きますね。でクロワッサンね、大丈夫なような大丈夫じゃないようなあんまり出来は良くないけど。これいつ作ったんですか？これ
昨日の帰られた後、あ、そうですか。後にもう折り込みまではしてたからあ、でもどっちにしろね、まあ、絶対当日は全部は無理と思ったから、昨日何時に寝たんですか。昨日何時だろう、昨日ねでも寝れましたよ。11時頃にはい。ちゃんとお風呂入ってあ、本当ですか。はい、だから今日なんかちょっとすっきりしてますけど。今日2時ぐらいに起きたの。そう2時うわ。目覚めちゃった。あでなんとなく食パン読んでる気がしあ。て、ちょっと読んでる気がしたんですあー来るなこれなと思ってけど。呼ばれたんですか。はい、来たらやっぱりいました。あ、すごいな。すごいそこで感じたんですね。待ってたけどっていう顔して顔してた。ちょうど冷めて今の時間だといいんですよね。その日の分のガンガン叩いてたやつ、うん。腰割れしました。さすがに一番初め28グラムぐらいのスターターから、今回ちょっと1個あれですけど8本分が普通に取れる、20グラムこんぐらいですよね。やっぱ生命力みたいのがすごいですよね。はい、こんな感じ。じゃあパネトーネいきますね。パネトーネも本当に調整が難しいとこなんですよね。で、どうしても先に固まっちゃう焼き固まっちゃうとボリューム出ないんですけど、あまりなさすぎても下からグーっていかないし、悩んだ末、少しだけ低めだから、庫内温度はこれで測ると200度ぐらいがちょうどいいって。で入ると温度が下がるから若干鉄板が入るとそれでちょうど焼くみたいな感じが。もう一回ワンタンありましたよね。そのワンタンあったのは全粒粉にしてみました。こっち側すごくいい感じできましたよ。全粒粉の方もまだもうちょっとでもこっちの方が多分 1,2 時間遅いですよね。こっち来てます。これはもう焼いた方がいいです。もともとパン屋さんのあれじゃないからね。このね普通のに切ったでしょ。ここにバターの隅っこがいくように置くんだって。これがカッターですね。うまくいきますように。ダイヤルですよ。そうダイヤルだからね。出ましたよね。すごいですね。はい、今日はいいですね。一個何かがドスンってきちゃうと心のリカバリーができないままやると連鎖的に全部にこう一心伝心しちゃうんですよね。そのうちみたいな。でも大体そういう時って自分に合わせようとした時だからちょっと気をつけてねって言われてる気がします。何を気をつけるんですか。はい、慢心しないでねって、ね思い通りになんかならないんだよ人間のって好きなように生きてんだからさみたいなこれは、プレッツェルですね。で多分ポイントポーリッシュ使ってるのとあとスペルトは必ず入れるっていうことだと思う。でこれがポーリッシュだからもうほんと液体もうトロトロもっとトロトロの場合もあると思う。こんな感じね。これはドライイースト 0.1% しか入ってないですね。粉と水に対して粉に対してね。これから後でイーストが入るのであんまり何も考えなくていい感じですね。その時はそんなに世話焼かなくて済む。世話は全然焼かないですね。できちんと来てくれるし。これは優秀なその中でもパンに有用な優秀な酵母を培養したものですよね。だから精鋭ですよね。精鋭がたくさんこの中に、ね、だからちょっとでいい。むしろパネトーネとかで使わないのは何でですか。
面白いからすごいですね。今日どうしちゃったの？爆発15分でしょ。上が心配なぐらい膨れちゃってますね。焦げるんですよ。元気すぎてもこうなるんですよ。焦げると困るかなって言って、わ、すごいやばい、天井ついちゃう、すごすぎる。他の悩みが出る天井ついちゃうとここまで来て全焦げとかね、やめて、頑張って7分は入っててほしいんだよ。だから上火だけちょっとで、もう焦げないで、もうそろそろ出したいから焦げないで、もうちょっとあと3分ぐらい入ってていてほしい。で、こっからが時間との勝負になるので、そこ走りますから気をつけてね。こっからこうです。これもこけないか、こけると危ないやつです。集中、全集中、ここら辺かな。そろそろ来ますね。あ、いいと思う。でももうちょっと焼けるかも、意外と。すごいですよ。見える？でももうちょっと、もしかしたらギリギリ攻める。ギリギリ攻めたいな。なんか怖いけどね。怖いけど、もう、でも奥の方どうなのって感じ。やりますか。ここがね、すごい美味しいんですよね。でもね、油断すると落ちちゃう。もうちょい、あと1分だけ。1分入れたらもう出します。よいしょ。危ないよね。で、ここにこれ作ったんでしょ、一生懸命。運動会？なんか笑っちゃいませんか？真夜中に一人でこうやって運動会してんの。たまに刺さるの嫌がる時が。落ちないでね。ちょっとゆらゆら出てんの怖いですよね。ボトって落ちなければいいですもん。なんで吊るすんですか？基本が中にこう言ってあるんだけど、それをどこまで限界までこうするかっていうところで戦ってるんですけど、そのままにしていくと多分型の
ここぐらいまでスーンっていっちゃいます。あ、そうなんですね。はい、そのまで膨れたものが卵黄とかね、バターとかバランスとっていったものがふわーっていったものがシューンってなる設計で作られてるから、逆さにしないとそれのまま固まらないと違うパンになるというか、固まればもう終わりなんですね。固まれば大丈夫で、だいたい6時間ぐらいだから、お客様が来るまでうち予約取りに来る時間が遅いですから、11時でしょ。なんとかもうあれしてる、やりがいがあるんですか。あります。でも失敗した時のあれがすごい、すごい時間かかってるからね、しょうがない。でもそれを通り抜けなかったらこれできないから、だいぶふかふかしてきました。5時まで待つって言ったよね。もうちょっと待ちますね。もうちょいふかふかしてきます。バケットももうちょいふかふかしてきます。でも成形の時はまだ少し冷たいなぐらいがちょうどいい。サワードゥ入ってるガレット・デ・ローの当たりがあるやつ。風欲しい。フェアトレードも使ってます。剣道楽しかったです。大きいプレートで作ってるんですね。いろんな人と会っていろんなそういう体験を今までしてきて、大丈夫なのかどうかでやりたいと思ったものに忠実に。まだ冷たいっていう状態。でも油断してるとやばいやつ。あ、こっちも来てる。分割とりあえずしちゃいましょうね。やっぱ切れてますね。良くないです。今日のクロワッサン。自分をこう抑えて。すごくいい嫁してたんですか。すごくいい嫁してました。前後1週間実家に帰ってお手伝いして、年末年始はみんなのために動いて、で学校だって役員やって振り切れたんですか。振り切れました。私には意味のないことだったのになんでやってたんだろうって。優等生でいるのをやめました。その瞬間がありました、私には。そうなんですか。はい。お嫁さんとして、人として刷り込まれたいいお嫁さんはやめました。いいお母さんはやめました。だからご飯も娘たちが作れるなと思ったら作らなくなったし、自分ができることをするって思考を変えました。自分ができることをするだけでいいねかな。でこれ分割終わったんですけど、ちょっとまだ生地が冷たいので成形まではいけない状態ですね。でこっちのバケットも一緒にやっちゃいますね。ちょっと分割しづらいから。でも旦那さんとかはついていけないから2年間くっつけてくれなかったそうでわけですね。はい。だからその表変ぶりにめっちゃついていけないのも分かります。めっちゃ表変ですもん本当に。でだからでも表変したけど分かってくれるんだったら一緒に入れるよって。はい。
ちゃダメ。そうなんですよ。そう戦ってもどうにもならない。もう人の認知は変えれないですからね。そうで、そういい、それでいい、それがいいのよ。好きな人と一緒にいればいいの。別にそれで傷つく必要もない。本当わかんないんだよね、最後まで。自家製不酵母のやつって。でシャワードでクロワッサン焼いて、酸っぱくならないですか？ならない。このレシピ結構ならないように考えられてる。でも失敗しやすい。なんでならないですかね。お砂糖とか副材料入ってるのと、リエビタマーダレをやっぱり一番強くしてやるから。リエビタマーダレを強くする。リエビタ種この硬い方の種。アイシャは普通のスターターだけど、それを硬くした方の、そっちのも名前つけないとわかんないよね。パネトーネと同じような。そう、パネトーネと同じ種。これを強くするんですね。そうなんです。これはパネトーネのメソッドを作ったクロワッサン。アクティブかアクティブじゃないかってのはどこで見るんですか？スターターのあれに浮く水に。あ、そうか、それ言ってましたね。液体の方も液体じゃない方も水に浮く。そこが目安なんですね。目安。空気を含んでるかどうかだから。なるほど。なんか焦げ臭くない？いや、わかんないです。ボリュームがない。これ何ですかこれ？ない。そう、発酵もうちょっとさせてから焼きます。こっちはまだね、もうちょっと。同梱代わりにオーブンを使ってるってことですか？そう。いいです。焼いてきます。35分。はい。トーマス先生に顔向けができる。あと14分。結構あるな。いけるかな。焦げるのが怖いよね。さっきも言ってたけど。猫ちゃん来ちゃってるね。ごめんなさい。どこから全流かってわかるかな。あれずれてる。あ、こっちか。こうなりますよね。うん、なります。面白い。まあ。でもそんなに失礼します。はい。失礼します。今日こちらないね。時間を決めた方がいいよね。
丈夫ですか？ちょっと閉めますよ。このまま最高温度のままで10分焼いていきます。おはよう。おはよう。開いてます。お疲れ様です。入ってる。あ、多分大丈夫。あ、ついてる。4個。うん。4個でいい？すごいいいよ。くない？5個でもいい？5個でもいいよ。うん、大丈夫。食パンどういう感じで使われるんですか？お店のねメニューではい。トーストとピザトーストとハニーチーズトーストっていうのやってるので、美味しそう。めっちゃ美味しいです。なんでマサさんのパンをいつも使われてるんですか？なんで美味しいから。なんでわざ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 惹かれるから惹かれるから魅力的だから素敵だな。どんな魅力が？だってもうさ人柄がもうね情熱がすごいよね。みんなパン屋さん情熱はすごいと思う。すごくなきゃやれないよね。結構大変。その中ででも情熱感じます。情熱がすっごいもうパンに粉についてとか工房について語り出したらね止まらないよね。サーベルが入ったグラノーラ買えるのこれ？あ、買えるよ。買います。あ、ありがとうございます。普通にお客さんじゃないですか。でも本当にね、自家製工房不安定な時もあるのに、それをうまくね利用して作ってくださるんですよ。おー、だから心強いですね。そう心強いで、うん酸味が出ちゃった時もあったもんね。あるね。そう、それをチーズと蜂蜜にしてもらったり、あとはトマトを逆に合うね、そうね、ねそう。たまにね在庫切れてネスさんのパンじゃないんですって言うとすごいみんなカチって止まるもんね。そんなことない。あ、もう本当に先週も2回あってね。はい。あ、全然10個あるから。はい、じゃあここで常温が良かった？常温じゃなくていいです。保冷剤出てきちゃった。ありがとう。はいはい。すいません。はい。ちょっと入り用でバターを。助け合い。助け合いの光景が。アピールしてください。ありがとうございます。ピックには乗っちゃってね。で、お客さんサンドにするんですよ。あ、そうなんそう、だ。あんこサンドとか。だからもう確かに。そしたら具が挟みやすいですね。ポテトさん。挟みやすいですよ。切りにくい。こっちの方がいい。こんな感じです。ソフトな感じの全粒粉ね結構入ってるんだけど、ちょっと光ってるからつけて。うん。あとチーズとか乗せる。いい香りなんですよ。伸びて。あ、本当に。すごいですね。チーズ乗せすぎ？いや、すごいですね。いいですか？すごい。そんなの誰か入れて持ってる。いいの？警戒中。あ、すげえ見てる。警戒中。あ、わかったよー。わかった、はい。カリカリです。どうぞ。すごい敏感だよね。食ってる。めっちゃ食べてる。で、鍵結構なんですよ。鍵こうやって。いろんなところに引っかかりやすくて危ないらしいです。
引いてあげて、こんな感じですね。はい。カントリーはこれで、じゃあ次どんどん焼いていきますね。バケットとか。あ、結構いいですね。綺麗。10時40分全然大丈夫です。いきますよ。全粒粉。今一番力を入れてる。全粒粉だから来てほしい。頑張ってくれ。めっちゃ美味しいですよこれ。めっちゃ人気の商品です。はい。もうちょいね、美味しそうなにね、いい感じに、はい、焼けてますね。これが全粒粉ですね。ほぼ100。はい、いきますね。ちょっとできますね。あ、きますね。やばい。どれがいい？あ、じゃあはかりに乗ってる子にしようかな。赤になってる子がいい？うん。あとはフェール？そうだ。これあれして選んで。ないですよ。これ。うん。あ、違う子だ。パン？うん、違う子。あ、リス。リス？あ、それで2匹しかいないの。やった、ラッキー。よかったね。よかった。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。何のパンが一番好きですか？あんまりね、でも作ってもらえないんだけど、あ、そうです私カルダモンが好きで。へえ。いや、なんかいろいろね、ほら、そうでみんな違うんだ娘はチョコのクロワッサン。あそう、みんなそれぞれああ、って。喧嘩しないですね。しないけど、でもたまにやっぱり浮気したくなって、シナモンロールはみんなが狙っていあ、て。そうなんだ。で主人じゃあバケットをやっちゃいます。はい。パネトーネで今日すんごいんですよ。持ち上がっちゃって。カナダおすすめ。カナダおすすめ。ありがとうございます。はい、じゃあこちらですね。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。もうちょい。あ、でも下はいいみたいだけど、もうちょい、いいかな。全粒ね、補充とは思えないですね。自分で言うんですよ。いや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 。こんな感じですね。全粒粉入って。切り心地が軽い。こんな感じですね。ちょっともっちりしてる感じだけど、気泡も開いてるし。香りが立ってきますね。立ってきますね。ね、酸味も、サワードの酸味もちゃんと感じられるし、バターを置いて食べましょう。ここの部分、食べてみてください。ちっちゃい。はい、食べてみてください。これ禁断のやつです。大好きです。ね、もうちょっと冷めた方がわかるかも。お、いいですね。ほら見て。こんなに軽いんです。私はいいと思います。ほぼ100でやっていて、イーストは入っていないけれども、気泡を炊き込んでこんなに、いつ
つものカントリーよりはやっぱり少し小ぶりになりますよね。本当。あ、でもいい感じですね。切り心地はすごくいいですね。わーい、美味しそう。ほらね。ここ案内って言うけどね。めっちゃここ美味しそうでしょ。すごいですね。うん。やってた方、あ、お菓子屋さんに勤められてた方、大丈夫だったみたいですよ。あ、そうしちゃう。もう、全力ですね。色違いますよね。いい香りする。イオカンの。本当ですね。はい。イオカンの香りめっちゃします。で、全粒粉もすごい入ってるの分かります。で、同じなのにこっちの方がちょっとミルキーな感じが香りがします。だから全粒粉はパネトーネに使えないのかなってちょこっとなんか思ってましたけど、今風さんの全粒粉なら包容力があるから大丈夫みたいですね。ちょっと食べてみます。どっち好き？想像つかないです。想像つかないよね。両方食べましょう。こんな感じ。ふわふわ。ちょっと取りますね。いけますか？カメラ持ってるからできる？はい。あ、すごい軽い。軽いです。あ、すごいですね。ふわふわなんです。ふわふわ。これはそうイタリアンの版だけ。酸味がゼロ。ゼロ。うん。もう一回聞きますけど、これなんででもこのパネトーネ、こんなにふわふわになるんですか？サワダネだけで。副材料もあると思います。あと粉の種類もあると思います。で、ミキシングに長い時間かけるって言いましたよね。それに耐えられる粉じゃないとここまではならない。ふわふわにはならない。あとはリエビトマドレがめっちゃ元気。元気でいることが全部それにつながっている。リスクも高いんだけど、やりがいがあるというか作りがいがある。だからさっき言ってた乳酸発酵の香りと酸味ないのに乳酸発酵を感じられるってなかなかないから。かわいい。鳥さんが一番人気なんです。こんにちは。どうぞ。この子がね一番人気なの。よかった。さよなら。ね、本当に素敵。ありがとうございます。楽しんでください。いただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。意外と軽いかな。やっぱちょっと違いますよね、さっきのと。ほら、色がまず違う。これがいいかな。これライ麦ですか？これライ麦。中川さん。なんかちょっと感じ違いますね。違います。それで決めてるんです。引いた時の感じ、どっちがいいかなって、どっちを生地にしてどっちをポリッジにしようかなって考えた時に、やっぱり私はそっちがいいなって思って、このポリッジが中川さんで、この外側が上野さんの引いたやつね。並べる？色も違う。違う。色違います。でも同じ種類は同じ。種類違うじゃないですか。だって違いますよね。違うと思う。そこの種類は聞いたことがない。なんか上野さんの方が野生的で、中川さんのは優等生って感じですね。本当です。丸々してる。そうかな。ラブロ食べてみようかな。ラブロ食べる？ラブロハーフにもできるし。じゃあハーフで。はい、わかりました。最初の入り口がネストさんのクロワッサンだったんで。ごめんね。
あんまり食べたことなかったんだけど、大感動しちゃって、つぶつぶしてる。そうライ麦の、ポリッチってやつも入ってる。これ全部ライ麦 100% なんだけど、食べてみる。そしたらなんか料理上乗っけたやつ写真を送って多分それは無理かな。話なくなる。はい、クロワッサン乗せましょう、あそこに。一番好きなのは何なんですか？大好きです。このぶら下がってる。ああ、パネトーネ。はい。今パネトーネのお話もしてました。めっちゃ今日ね、いいのパネトーネ。もうふわふわ感すごいですよね。すごいです。なんでこうなるんだろうと。こんなしっとりしてるし。ね、やった。ずっと生地に喋りかけながら作ったの。危ない人みたいな感じですね。あげていいの？あげていいの？大丈夫？好きみたいなの。かわいい。で来て、すごい睨んでる。そこにいた。いいとこにいるじゃない。